砲台を歩く。対馬島の日清戦争、日露戦争時の砲台群を歩きます。国境の島、国防の島である長崎県の対馬島。前編に引き続きまして、麻生湾に面する日清日露戦争時に作られた要塞を巡っています。麻生湾の奥に位置する竹敷の軍港。そこへ攻め入ろうとする敵艦を迎え撃つために作られた砲台の数々。後編では、はじめに麻生湾南部の芋崎砲台と大平砲台を歩いていきます。にはここはコンケットすれば、ちょっとタイミングが良かったですね。最初の掘り組みですね。そうですね。これ岩盤を、だからもう軍道作りから。で対馬の場合この山が神様っていう先導信仰っていうのがあるんです、だから地元の人を使うときにあの山は神様のやつ罰が当たると、よう来たり怪我したりすると、それを解き伏せていや大丈夫なんだ、それが大変やったというのを書いてますね、明治時代のですね。ふかふかですね、この道が。谷川も石垣が積まれてますけどね、かなり崩れてます。餅を考えた石積みじゃないですね、これ。一時的なもんですね、これ。昭和の放射砲台隊の石積みだそうです。出てきましたね。井戸。3.6化式の。3.6化式の。レンガをこの部分を使うと。レンガ。そうですね。石。レンガですね。やっぱり違うな。
ここは1期と2期の根高型で、はい。これ1期の特徴にですよね。一宝座に一宝所、一宝座一宝所。ね。これ計4門なんですよ。はいはい。ここと一番向こうが1つですね。真ん中が2つと。これはあれですね、その部屋があるんですね、両側にね。こっち側のちょっとわかりません。あれね、あそこで。隣に人いるのか。こっちはですね、左の観測所があります。あ、観測所につながって。そこの下、後で行きますので。はいはい。石積みがすごい素朴な感じですね、これ。水がありますね、これ。ありますね。第2号。大体石でしょ。うん。換気口があってね。天井が低いな。ここは何かあったんですかね、これずっと。笠木があったのか。笠木が取っちゃった。ええ。そうですよね。笠木を剥いでる。化粧石っていうやつですか。あれもそうか、笠木があったんだ。ここもあるんですね。そうですよね。笠木が本当はあった。そこの階段のところも段があったんだ。電線管。電線管はこれは1の方に繋がってるんじゃないですか。横に繋がってんのか。ね、こっちは4の方に。そっかそっか。結構長いんだこれ。第1号。先ほど連ちゃんが。ああ、ここは同じ人ですね。これ1年半ぐらい。こんななってんだ。これ弾薬庫ですか。定食、半地下式。半地下式。ここはレンガ壁の中に石がはまってますね、炭石がね。そうですね。これは昨日こうなってなかったですね。ここまたちょっと違うですね。この取っ手の部分、鉄の部分のところに石が。これ階段なんですよ。ここね。もうこれ一軒からこっちから行きます。ああ、これも上が石に切り替わってるわ、そこで。
れは右の観測所ですね。はい。この三本柱がないもんにあったのを、うん。多分取ったんやなから、ん左のやつはあります。はいはい。ということは多分あったろうと思います。三本柱はどういう機能なんでしたか。測延期、え大砲を撃って、え。はい。それを見てそれを調整するやつ。それを備え付ける備え付ける台土ですね。台ですね。台ですね。この階段が下から上がってきて、そしてこの観測所にでそちら側のつながってる。うん。黒いやつは校舎大体の時の陣地ですよ。ああ、昭和の。もう全然違うでしょ。なんかもう適当ですよね、これ。的にね。うん。高級的なものではないですね、作りがね。でも完全に雨が入ってきちゃうんだな、これ。本来はなんかかぶせとったかぶしてんのか。やあっぱりこうあって、ハイサイドあるのか。芋崎から戻り、大平砲台、後部、底部の順に巡ります。ここは軒がありますね。軒がある。これセメントじゃなきゃ弱いところに行っちゃうんだろう。ちょっと一体化してたからちっちゃかった。目地が随分取れてますね、これね。落下すると確かに。コンクリートです。おお。もう埋もれてますね。もうね MP のうん。作りはねあれと違うでしょ、全然弾薬の今までの作りと、うん、違いますね。あれは今のやつを小型化したやつ。この壁は何のためにやるんだ。いやそれは分からんけうん。ど、ああいうボルトナットがこう残ってますよ。あ、本当だ。大平広報台。はいこちら高速弾薬庫と思われる建物で使用されたやろうとと思われると。今までの法則とはちょっと違いますね、作りが。法則か。はい、法則。台風の方にそば、はい。山水の、高速弾薬庫。側ですね、人あ、弁に。側ですね。不思議だな、この作り方な。これかさ木がないのか。さっき登ってくる時のこの袖壁みたいな、はいとこの石のがちょっと下の方崩れてましたね、はいはい。石の断面見たらばうん。そのセメントらしきものが、まあ、くっついてるわけです。あ、くっついてる。触ったら手でポロポロ取るんですだあからあれ土です、叩き。あ、叩き。あだから石灰とこう土を混ぜたものを裏米であ。はい。使ってる。うんだ。から全部セメントじゃないです。うん。これちょっと表面だけってことですか。表面だけセメントで奥の方は、うん。石灰入れた土です。うん。あ、ここに。ここにも時生先生の、ああ、そうですね。同じだ。もう時期も何十年も前から有効活用です。ここは道路で切れちゃってます。向かって左に穴がある。うん。第2号の弾薬。
ここは竹敷、昔の名前で言うとなんていう、竹敷の海軍、陽光部跡で。竹敷陽光部跡。跡。そこの石垣、明治29年。29年。向こうの建物はホテルになってる。一戸建てのですね。韓国の旅行者が泊まるとこ。ここコテージになってる。会社でしょ。で向こうはまたリゾートで。リゾート。多分2つ向こうはもう韓国系ではっきりしてますけど、こっちも多分そうでしょう。なるほど。石垣が崩れてますわ。いっぱい魚いる。魚がいっぱいいます。見事ですね、これ。こっちは。崩れてるところが残念ですね。当時のやつでしょ。本部の建物が事務所があるだけで。いや本部はさっきのさっきの事務所があるだけで。新しい建物じゃない。明治時代の建物じゃない。対馬の砲台田んぼ。最後は先森の積んだ石垣も残る城山にある城山砲台と城山付属保塁です。城山砲台に向かう軍道。で古代の山城が、金田城とか金田城の山城が木とかですね、そういう橋がで水もちゃんとこう水路みたいにここ流れなさいと、ここを流れてきて軍道の下を通ってこっちに流れなさいと。ここはね絶壁です。綺麗だ。葉っぱの跡です。そうだ、葉っぱの跡だ。出た。出た。ついに葉っぱの跡だ。何箇所も排水溝みたいなのがありますね。ありますか。ここにもあるし、あそこにもあるし。石垣のこのいいとこ何か所かございますけど、ここまだこの上の頂上近くも岩盤の上に生えてる木、強風でね倒れてます。これじゃあね剥がれますよ。なんか板書かと思いましたけど、炭焼き小屋の跡、土塁の跡で678年668ですか。663が白土金の絵で負けて、664が軍法令で先森を北九州福島に派遣ということで、左側がなんか偽物です。こちらがあったんですよ。そう。これが本物ですか。こっちが本物。確かこっちが綺麗にできたら、どっちか綺麗にできてる方が偽物。受け皿。よいしょ。あらら。支柱とこっちはドアで回る方。でここは一つだけの。だけ壁側かなどうかな。他にも埋まっとると思います。これがね。
うん。あ、ここに3段階式なのか、一つのやつじゃないでしょ。これがあるか。そっか、これはゲートなんだね。うん。でもうこれこそ加工なしで自然式です。はあ、これが先森が積んだ石垣だそうです。1300年。1300年か。前の石垣。石塁の上を歩いております。これは土をかぶってない。あ、窓がついてる。こういう建物なんだ。1、2、3、4、5枚積み。土の中に埋まってる、弾薬庫の構造と全く一緒で、これを埋まってなくて、横に窓がついてるという、そういうタイプですね。ああ、見えてきた。ここは頂上に違いない。ここは頂上に違いない。うわぁ、来たー。来ました。すげえ。すごい。怖い。すごい怖い。山じゃないかな。あ、本当だ、見えるね。見えますね。見えますね。前が麻生口ですよ。この入り口、うん。麻生湾の入り口、麻生湾の入り口で、左が尾崎ですね。尾崎ですね。で、あそこ、あの山。上は台形になってるじゃないですか。なってますね。あれかな。郷山かな。郷山。うん。そして、コブが1丁、2丁ぐらいのとこが、こう尾崎かな。うん。で、手前のちょっと高いのが、貸岳。貸岳。はい、いやで、麻生湾の入り口。大平港は、その降りてきたとこの、この方向。コブがちょっとこう出てる。これ右手の山なんですか？これ？はい。これ城山。あ、これが城山。うん。これは付属。後ろの南に1キロぐらい下ったとこ。流れました。これまた。これ宝飾弾薬庫ですね。あ、綺麗に残ってます。動かしても取れません。これが明治のコンクリートですね。明治のコンクリートです。あ、すごいですね。長径が5、6センチ。単径が2、3センチ。でかすぎる。これも屋根が見えるタイプだ。
レンガアーチが見えてる。うわー深っ。でそのすごいね。ろ過材がこれですよ。28センチか。深いな。特用段置き場っうん。ていうのがこれえらい広いもん。他のところより。そうですね。で上レンガでひたしを出して。ああ、開いてるってことはな。なんかこう刺してるから、こう回転すんのかな。わかんないな。こっちはずっと石なんですよね。石できて、あ、ここだけ、ここまたレンガ。隅だけ石か。あ、こう隅で積みにくいからな。これ押さえなきゃいけないかここにらな。排水溝。うん。このひさしは隅だけが石の作り出し。両側のひさしはレンガですね。前面の石積み、その控えを後ろ側に取って斜めに取っています。観測所ですね。観測所。これどうなってるこれ。あ、上はボルト天井みたいになってる。半円。城山山頂です。やってきました。わお。なんだこりゃ。276メーター。276メーター。城山。城山。素晴らしいです。はあ。どんどんきつなってきてる。来るたびに。来るたびに。こっちが麻生湾の入り口、西の入り口で韓国方面。いや怖いわ。怖い。古代の石垣はですね、うん。この部分と、それとこちら下に降りないかんですよ。あこの部分ね。あ。はいだから。そこのとこを下から取れば、これが、 1300年も持ってると。これが古代の石垣。危ないけんですね。もう無理せんで。ドローンで撮ります。ああ、そうそうそう。この上まで来たんですよ。すごいじゃないの。そしてあそこにですね、随行のなんとか隊とか名前が彫ってあるんですよ。北白川宮いや、義久。義久親王で殿下御手植え手植えの竹。竹。いやー、ここまで来たんですって。ここに書いてあるうん明治義久親王26義久親王随行のメンツが名前が書かれてる。はい、ここに平井隊かな、うん。平井隊員とかこの123 4人の名前がああ、そうか。彫ってあります。すげえ。はい。ではドローンでお別れです。